I steal your sweatshirts. You keep me laughing till we're crying and our sides hurt. Call you at midnight. I know you're still up, watching TV and spilling tea until the sun's up. You're one of... 皆さんこんにちは。手帳の時間です。新しい手帳やノートを開くと何を書こうかなとワクワクする反面、最初の一文字は少し緊張します。今日は新しい手帳やノートを買ったら最初にする5つのこと、お気に入りの1冊に育てる準備をご紹介します。まずは手帳やノートで使うペン選びからです。迷った時はノートの表紙から一色拾うというゆるいルールを作っておくと文房具選びも楽しくなります。家にあるグリーン系のペンを選んでみました。落ち着いたグリーンだったり、少しキラキラっとして爽やかなものだったり、こうして並べてみると意外と表情が違います。今回は落ち着いた色が表紙のグリーンと一番しっくりきました。ノートの中を全部同じ色に揃える必要はなくて、最初に1色だけメインカラーを決めておくとページ全体が自然につながって見えるのでおすすめです。ペンが決まったら最初に名前を書きます。とても普通のことですが、私は新しいノートに名前を書くのが結構好きです。最初の一文字はちょっと緊張するけど、新しいノートを失敗したくないという気持ちがなくなって書くハードルが下がります。たくさん失敗して育てていきたいノートが誕生しました。次にこのノートを使い始めた日を残します。そのままペンで日付を書いてもいいのですが、今日はちょっと雰囲気を変えて 3COINS で見つけたラベラーを使います。文房具って小さな道具がノート時間を楽しくしてくれることがありますよね。カチカチと文字を選んでシールを作ってペタッと貼る。それだけだけど手書きとはまた違った感じになりました。次はこの一冊でやりたいことを書きます。新しい手帳やノートを買った時にこれは何用のノートにしようかなと悩むことがありますよね。仕事用、日記用、アイデア用とか用途を決めて使うのも便利ですが、今回はもう少し自由にこの一冊とどんな時間を過ごしたいかを考えてみることにしました。使い道を最初から細かく決めすぎると途中で続かなくなることもあるので、こう使えたらいいなくらいの気持ちでゆるく方向だけ決めておきます。大きめの可愛いシールとマーカーを準備して大胆にページを作っています。このモコモコの雲のような枠には後でタイトルを書き込むつもりです。ノートは最初に決めた通りにずっとまっすぐ進まなくてもいいという気持ちでマーカーでくねくね道を描いていきました。動物たちのシールを合わせて小さな動物園みたいにしたいです。道ができたら大きめの動物シールをいくつか選んで貼っていきます。ここにいたら可愛いかなと動物たちをお散歩させるような気持ちでランダムに選んでみました。動画ではサクサクと作業を進めていますが、実際はどれにしようかなと悩む時間があって、それがすっごく幸せでした。大きい動物や小さい動物などバランスを考えてくねくね道の上にペタッと貼り付けていきます。この白クマの大きいシール、すごく可愛いですよね。これは貼った後に透明フィルムを剥がすと絵柄だけが残るタイプのシールです。貼ってから約3日でしっかり定着。その後はぬるま湯でも洗えるので、ノート以外にも文房具に直接貼ったり、カップやスマホなどのデジタルなものにも簡単に使うことができます。ある程度シールを貼ったら動物のそばにこの一冊で大切にしたいことを一つずつ書いてみました。
このノートは計画も書くし、嬉しいことも書く、季節のことも、文房具で遊んだページも残す。いろいろと混ざってていい。一冊の中に自分の毎日が少しずつ集まっていくような気がします。メインのノートとは別に、外へ持ち出すための薄いサブノートを準備しました。下書きしたり、落書きしたり、図をまとめたり。私の中ではメインノートは大切なものを育てる場所。サブノートは外で見つけたものを拾ってくる場所、そんなイメージです。メインノートと一緒の動物シールを貼れば、離れていても同じチームだということがわかります。表紙に貼るとちょっとポコポコした感じが直接プリントしたみたいに見えてきました。並べた時に可愛いので同じ種類のノートを3つ準備してみましたが、いかがでしょうか。動物ごとに雰囲気が変わりますよね。ノートごとにカラーが違っていて書き始めるのが楽しみです。3冊をきっちり分けるかどうかはまだ決めていません。使いながらこれはこう使いたいなと思ったら後から役割を決めてもいいかなと今は思っています。これから9月にかけて新しい手帳がたくさん出てくると思うので、このようにこの1冊でやりたいこととか、その手帳ごとにやりたいことを書いていくとすごくいいと思います。2026年の手帳ごとにこの手帳では何をするっていうことを私も記載していました。例えばこれは2026年のほぼ日手帳ウィックスです。こちらは2025年の10月5日に使い始めたようで、元気をデザインする体ノートとして1年間使ってみました。でもかけているところとかけていないところの差が激しいです。でもそれはそれでいいかなと思っていて、かける時に書いて、かけない時は全く書かない、そういう使い方でこのほぼ日手帳ウィークスはすごく心地よかったので、また2027年もこの大きさ、このウィークスタイプを1冊買ってみたいなと思っています。あと今日ご紹介したこの動物のステッカーを貼ったダイソーのノートなんですけど、これはもうすごくおすすめです。色が3種類あって使い切りのすごく薄いノートになっています。一番おすすめなのはこの黄色で、こちらがA5サイズの 7mm 径になっているんですけれども、黄色とピンクとグリーンが入っていてすごく可愛いです。このノートたちは大きいこのお家用の手帳の時間オリジナルノートを外に持ち運びたいなと思った時に、このままでは少し重いので薄型のノートにこちらに記載して、お家に帰ったらこれと一緒に使っていくという使い方にしたいと思います。こちらは新色のカラーになっていて、このノートの名前はまたメンバーシップのしずくさんたち、メンバーたちと一緒に美しいノートの名前を決めていきたいと思っています。本当にこのカラーが綺麗なので、どんなノートになるのか今からすごく楽しみです。あとご質問でダイソーのノートは何か買いましたかということだったので、ご紹介したいと思います。まずはこちらのスクエア48ページスケジュール帳を買ってみました。スクエア型がすごく使いやすそうだなと思ったのと、めちゃくちゃ可愛いですよね。こんな感じで小さいシールをたくさん使えそうだなと思って買ってみました。最後はフリーページがあります。次が英語サイズ48ページスケジュール帳の、こちらはこのように上と下でマンスリーが分かれているタイプの午前と午後とか分けやすいタイプのマンスリー手帳になっています。後ろは自由ページです。こちらもねすごく薄くて使いやすいです。このカバーがついているのが好きなのでそれを選んでいます。あとダイソーで一番おすすめなのが330円税込みのマンスリーウィークリースケジュール手帳 B6 サイズ192ページです。こちらはもう300円のクオリティじゃないんじゃないのかというくらいのしっかりした作りになっていて、中もねすごく書きやすそうです。
そしてこのウィークリーページがすごく書きやすそうだったので、上にシールを貼って下に感想を書いたりとか、良かったことリストを書いたりとか、下にイラストを描いたりとか、ここがグリッドになってるので、これもね使いやすそうだなと思いました。後ろはまたフリーページがあります。でこういうダイソーの手帳は使い方を試したりとか、そういう時に使っていこうと思っているので、またご紹介したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。